それでは、私はだいたいサービス業でお客様から会談を聞かせていただくんですけども、あるお客様 A さんっていう方に、サービス業やられてるんですね。はい、そうです。ごめんなさい。その時にサービス業での空いた時間とかにですね、そうなんか怖い話ないですかとかって聞くんです、なるほどなるほど、はい、はいはいはい。えって顔されるんですけどこういう活動してるんですって言って、ああなるほどって言って、でその中で、A さんっていう方に聞いたお話で、なんか怖い話ないって聞いたら、これは俺の体験談と言えるのかなっていうような顔をされたんですね。何それあるのって聞いたら、教えてくれたんですけども、はい、直接俺の体験談じゃないけどって言って聞かせてくれたんですけど、 A さんがまだ子供の時に地元のその商店街の床屋さんにですね、お父さんに連れてってもらったんですって。はい、で先に自分が切ってもらって、でお父さんが切ってもらってる間待ってるんですけど、すごく暇なんですって。だからぼーっとしてたら床屋のおっちゃんが「お坊主暇か、おっちゃんが面白い話したるわ」って声をかけてくれたんですって。でその話っていうのが、その床屋さんがその床屋に行った時からさらに2年前ぐらいに、その当時仲の良かった商店街のお肉屋さん魚屋さんと一緒に、よくですね、その大阪から奈良に抜ける生駒山っていう峠があるんですけども、はいはい、その峠の先にある花町によく遊びに行ってたそうなんですね。ある時も3人で出かけてって夜遅くまで飲んで、もう12時を回った頃にじゃあ帰るかって言って1台のタクシーに乗り込んで、で、帰り始めたんですね。で峠を登ってたら自分たちが行く進行方向に向かって若い女性がハイヒールでふらふら歩いてるんですって。こんな時間に女の子一人で危なくないかって、ちょっと止めて声かけようかって運転手さんに止めてもらったんですね。で後部座席に乗ってたお肉屋さんが降りて「お姉ちゃんどうしたん、何してんの、大丈夫か?」って声をかけたらビクッてこっち向いたんですけど、自分たちがタクシーであることを見とがめてホッとした顔したんです。でどうしたのって聞いたら、いや実は彼氏とドライブデート来てたんですけど、ちょっと喧嘩して降ろされちゃって、そりゃひどいなって、あれやったら乗ってくかって、麓までやったら送ってくでって言ったら「いいんですか、助かります」って言って乗ってきたんです。はい、で後部座席の真ん中にお肉屋さん魚屋さんに挟まれるような形でその女の子乗って、でまた再びタクシーは発車したんですね。でよくよく見てみたらその女の子めちゃくちゃ美人さんで、しかも愛嬌もあって、すごい後ろ後部座席盛り上がってるんですってでも床屋さん助手席に座ってるからうまく話に入っていけなくって、なんだよ面白くねえなみたいな感じでこうふてくされてたんですって。でタクシーがこう峠道のてっぺんに差し掛かった頃、運転手さんが自分のことをこう小づいてくるらしいんですよね。はい、なんやねんと思ってみたら、運転手さんが黙ったままルームミラーこっちにグッて向けてそこを指さしてるんです。なんやって見たら、そのルームミラーに後部座席映ってるんですけど、お肉屋さん魚屋さんに挟まれたその女の子がボロボロの歯切れを着たドクロになってるんですって。それでカタカタ口開けて笑ってる。その姿を見た瞬間から今まで可愛い声だった女の子の声がもうこの世のものじゃないような恐ろしいおぞましい声に変わったんです、はい、それでも2人は気づかずに楽しそうに笑ってる、もう恐ろしくて後ろも向けなくなっちゃって、もう運転手さんと自分は前だけを見てずっとそのまま乗ってるんですって。でも運転手さんがもう恐ろしさに耐えきれなくなっちゃって、麓の交番の前にタクシーをキューって止めたんです。もうその瞬間前の2人はもう転がり落ちるようにタクシーを降りて交番に飛び込んだんです、はい、おまわりさんおまわりさん、今こういう状況でって説明するんですけど、はああんたたち寝ぼけてんのって、取り合ってくれないんですね。いやもういいから来てくださいって腕引っ張ってタクシーに戻ってみたら、もう女性の姿が消えていて、後部座席で2人が「ハハハハハ」って笑ってたんですって、もうそのまま2人はもう気が触れてしまって、そのままそれから何年もしないうちにお肉屋さんは自殺をされてしまったと。っていう話やねんって床屋さんが言ってくるらしいんですよ。はい、だからもう恐ろしくなってって固まってたら、自分のお父さんが「お前変なこと教えんといてくれよ」って言って床屋さんを叱ってくれたんですね。はい、でもそしたら「いやいやあの二人があんなことになってるのあんたも知ってるやろ。それに俺とタクシーのうんちゃんが飛び込んだ交番のおまわりあんたやん」って。その言葉にもうお父さん返事をしなかったらしいんですけど、それの床屋さんからの帰り、お父さんからは「あんな嘘やからな、信じんでええからな」って言われたものの、またそれから半年もしないうちに床屋さんも首をつって亡くなってしまった。
だからあの話が本当だったのか嘘だったのかはもう分かんないんだよねって A さんからは聞きました。ありがとうございました。何個怖いとこあったんですか今。ちょっと確認させていただきたいんですけど、はい、っていう話を聞いたんだっていうふうなことで教えていただいたわけですよね。そうです。 A さんは床屋さんからお話を子供の頃にそうですそうです、聞いたっていう。はい、で床屋さん以外の一緒にお酒を飲んで帰ってきたお二人は亡くなられてしまったんです。一人はもう気が触れたまま、植物人間状態みたいな感じっていうふうにおっしゃってました。で、お肉屋さんはもうなんか飛び降り自殺をされた。タクシーの運転手さんがどうなったかはもうわからないっていう感じです。でもやっぱりその気づかずにずっとその女性と話をしていて、だからこそ何かそっちの世界に引っ張られてしまったのかもしれないってことなんですよね。そうなんですよね。で鏡越しに本来の姿が見えるっていう。なんかそれもね、肉眼では見えないんだけど鏡に本当の姿が映ってしまうって話聞いたことありますけど。ありますよね。だからその女性っていうのは誰だったんですかね。そうなんですよね。でも生駒山というとやっぱり有名な心霊スポットでもありますし、そこの何かしらなのかなっていうもう推測でしかありませんが。ただだから本当に2つ考えたのが、実際もしかしたら以前ね、カップルでいたんだけどもその若い女性が何らかでこう亡くなってしまった、でその女性の幽霊だったのかっていうパターンと、やっぱりね夜道をそういうヒールでね綺麗な格好で歩いてたら、男性たちからするとなんかちょっとこう乗せてあげようかって気持ちになるじゃないですか。なりますね。何かそれがこう罠を張っていた魔物のような存在だったのかなとか、確かに確かに。見入られてそっちの世界に引っ張ろうとしてたっていうね。それこそ本当日本昔話にもありそうですもんね。ありそうですよね。そういうふうに綺麗な女性に見えるんだけども実はっていうね。そうです。で実はその駆け込まれてた交番のおまわりさんは自分のお父さんだったというお話です。いやそれもすごい話ですよね。途中パンとこめっちゃ怖かったんですけどやめてもらえますああいうの。王道王道じゃないですよ。いや驚いてくれるかなって思って。本当面白い人ですよね実はね。でなんかね階段とかでこういうね感じも話されてますけど、いやすごいな。